ダウンウォールは激しく変化している。半年前、ドレイパーズ地区ではダウンウォールの金持ちと上流階級の連中がうろついて買い物をして目立とうとしていた。だがあっという間に疫病が蔓延し、今ではストリートギャング同士が激しく利権を争う戦場となっている。ハッターズとリジーのギャングであるデッドイールズだ。イジー・ストライドはエドガー・ウェイクフィールドに裏切られ、ボスの座と川船を失った。ダウンウォールでは日常茶飯事だ。批判する気はない。同じようなことをしてきたしな。だがその船がいる。ウェイクフィールドと決着をつけよう。今回は音調がなくても問題ないので、何も購入せずにスタートです。繊維工場は水車で動いていましたが、今や運河は干上がっています。再び稼働し始めましたが、ハッターズがどんな手を使ったにせよ、デッドイールズを怒らせたようです。奴らは街中で抗争しています。抗争なんて、なんだかヤバい地区みたいですね。ドレイパーズ地区はお前らのもんじゃない。俺たちが本物だ。ギーザを出せ。8年もここを仕切ってきた立ち去る者が。あの老いぼれはいつ戦うの？お前たちに用意してやったものがあるぞ、イールズ。どうした編み物に忙しいって？川の中に這い戻れ。お前らは本物のギャングじゃない。ただのクズ拾いだ。かかってきなよ。それともドレスを縫うのに忙しい？誰かこっちだ。早速ハッターズとデッドイールズが抗争してるみたい。少し様子を見ましょう。おねんねだ。誰か手を貸し。ちなみにどっちが勝つかは運次第です。燃えちまえ。地獄に落ちる。ここに落ちろ。ママを呼んでみろ、この今回はハッターズの圧勝でしたね。何度かやり直してますが、イールズの方が若干勝率が高かった気がします。今のハッターズの動きを見ながら、川岸に向かいます。難しいようなら、ベンドタイムで時間を止めてすり抜けるのが、一番簡単ですよ。間違いなく誰かいる。気をつけろ。手前の敵がこちらに来たら行きましょう。意外とバレませんでしたね。このまま進みます。あの二人が行ったら敵がいなくなるので走っても大丈夫です。気に言うお手上げだ。干上がった川にミッションアイテムが落ちているので、ノーキルしない人は取っておくと良いです。ちなみに今回は使いません。解体場のクジラみたいにバラバラにしてやるよ。何かなくしたか、イールズのガキども。いいもの持ってきてやる。見つけにくいですが、ここにもミッションアイテムがあります。ドレイパーズ地区は私らのもんだ。この部屋の住人は民間人なので見つかっても大丈夫です。話しかけるとデリラについての情報が聞けます。あれ？いない。あ、いたいた。どちら様かな。あの女の仲間ですか。あの女？デリラです。あの女の仲間ですか。違いますね。バラも持っていませんし。デリラについて何を知っている？私は昔カルドウィン家のために衣装を作っておりました。あの可愛らしいエミリー様をお慕いしていたのです。あの方は私の喜びでした。
女王にお会いしたことはおありかな。類まれなお方でした。あの方とは友人としてお付き合いさせていただきました。エミリー様のお串が一房ありました。餞別としてご一家からいただいたのです。手がすっかり硬くなり、思うように針仕事ができなくなった時に大事な宝物でした。デリラはここを訪ねてきました。会って実に驚きました。すっかり大人でね。ですがすごい剣幕でした。ご存知でしたか？あの女はかつてジェサミン様の遊び相手を務めていたのです。まだ二人とも幼かった頃のことです。単に懐かしくて訪ねてきたのだと思いましたが、やがて恐ろしいことに。何が起こった？あの女は影から何かを出現させたのです。長くてがっしりとした何かを。冷たい感触が今でも首に残っています。私が正気ではないと？そうかもしれません。あの女は私を問い詰めると部屋の隅に放り出し、3日3晩寝込むことになりました。その間にご覧の通りの恐るべき痕跡を刻みつけていきました。そして私の唯一の宝であるエミリー様のお串を奪っていったのです。ああ、エミリー様、どこにいらっしゃるのか。憎きコルボめ、憎きデリラめ。ちょっと狂信者っぽい感じの人でしたね。にしても、デリラはエミリーの髪の毛を何に使うのか。この辺りをうろついてるのは私らだけじゃない。さっき取ったルーンで、ブリンクを強化しておきます。強化ブリンクは距離がかなり伸びるので、攻略が楽になります。エドガー・ウェイクフィールドはウンディーネにいます。リジーがコールドリッジを脱獄したと聞き、奴はイールズに警戒態勢を取らせました。あの女が来ると思ってます。あなたは間違いなく想定外でしょう。今そこに誰かいましたね。船を見張ってたのか。信じられん。豪華で川べりか。少なくともウェイクフィールドはウンディーネの貨物室にこもりました。この手の密輸船の船底にはハッチがついています。捕まった時に金製品を捨てるために。おそらくウンディーネも同様かと。ということで、ハッチから船底に侵入しましょう。ここから強化ブリンクで海に飛び込めます。ハッチの場所は、パイプから出ている泡を目印にすると良いです。エドガーがいましたね。始末はリジーに任せて、眠ってもらいましょう。あとはリジーに知らせるだけです。操舵室で汽笛を鳴らすのですが、デッキから行くよりも、海から登る方がリスクが少ないです。リジー・ストライドがデッドイールズの指揮を取っています。あなたを無事に通すよう伝えました。あんたたちのお友達のエドガー・ウェイクフィールドにはめられて捕まったわ。あんたたちは奴に従った。奴の命令を受けた。とは言うものの許してあげる。一人残らずね。私は愛の塊よ。でも今から呼ぶ者は指を一本差し出しなさい。ローガン、ダグラス、バンバン、フェリス、ビッグフェイス、ベイカーズ、それからアナベル。クソだ。あんたは2本よこしなさい、アナベル。ではおやすみ。アナベルだけ2本ってなんかしたんかな。まだあのクズ野郎エドガーのツケを払わされてるわ。ハッターズにウンディーネを台無しにされたの。無傷に見える。エンジンコイルを取られたのよ。死んだも同然よ。それはなんだ？新しいものは？もう製造してないの。ウンディーネのエンジン用のはね。奪い返さないと。ギーザーが今もハッターを仕切っているんだ。
俺が行こ簡単にはいかないわ。厄介なのよ。う。いつものことだ。何が厄介だ。ギーザーはもう100に近い年よ。奴は自分が死ぬとガスが噴き出す仕掛けを用意してるの。だから恐ろしく丁重に扱われているわ。看護師をつけたりね。奴とエンジンコイルを取引できるかも。信頼を勝ち取るのよ。ハッターズからドアのパスワードを手に入れたわ。指を残しておいてやる代償としてね。クジラの骨よ。ガスがあるから使わなかったけど、それに牢屋にいたしね。俺が戻ったらすぐ出られるようにしろ。ウェイクフィールドを殺さなかったの？奴の始末は任せる。いろいろ考えちゃう。まだ両目があるの？リジーがリーダーに返り咲いたので、これでイールズは敵対しません。さっさとハッターズの元へ向かいましょう。実在しないって？じゃあダウドは何なのさ？不思議なことができるからって言えない。動かないでハッターズ。何をグズグズしてるんだ。誰も止めてないぞ。さっさとやれ。あんたがやんな。殺しをいつも自慢してるじゃない。こんなの自慢できることじゃない。奴を始末するぞ。言ってることとやってることがちぐはぐじゃ。情緒不安定かな。ママを呼びな。ズタズタに切り裂いて川に捨ててやる。ハッターズとは敵対しているので、見つからないように進みます。誰かこっちに来な。ここは電光塔があるので注意。上の通路へブリンクします。そこのアパートのジェローム。あいつはペテン師だ。少し。下にハッターズが2人いるけど、扉までブリンクすれば OK。パスワードは何だ？クジラの骨。入れ、ハッタダウド、ハッターズは旗織り機を使って病死者の埋葬符を作っています。エンジンコイルを奪った理由か。ハッターズの頭は見かけによらず狡猾です。ここを毒ガスで充満させることもできます。我らのエアフィルターでもいずれやられてしまいます。取引せざるを得ないかもしれません。それじゃあ、取引をするために、ハッターズのリーダーに会いに行きましょうか。今通ったのは誰だ？女王だ。コルボ・アッターノを従えてた。一種もまとわずにな。そう突っかかるなよ。聞いてみただけだ。ゲートの責任者。ブリンクでパイプに登ります。未強化でも屋根の端からなら、ギリギリ届きます。ここの天窓が開いているので、中に侵入。ミッションアイテム2つ目とルーンだけ回収。敵が1人いるので、覗き込みしながらブリンクで2階に登ります。この上は敵が多いので、ボイドゲイズで位置を確認しましょう。階段にいる敵がいない隙に、もう1階登ります。ここからなら直接リーダーのいる場所までブリンクが届きます。ウェイクフィールドは大きな誤算だ。俺の名はダウド。レジー・ストライドがなくしたエンジンコイルを探した。取引のチャンスを。いいだろう。至極もっともな申し出だ。ギーザーがお前はついていると言ってる。俺たちがエンジンコイルを必要としていたのは、単に誰かが水車を回す水をせき止めたからだ。ルカを下水道によって流れを元に戻そうとしたが、誰一人帰ってこなかった。だが手下を邪魔した者が何であれ、かの高名なダウドの敵ではあるまい。水が流れるようになったらエンジンコイルを渡そう。
下水道の入り口の鍵だ。取引ができて嬉しいよ、ミスター・ダード。ハッターズは失礼な真似はしない。お前が約束を守る限りはな。これでハッターズとの敵対がなくなったので自由に動けます。飛び降りるときは、人がいないことを確認しましょう。上に落ちるとハッターズとまた敵対します。最後のミッションアイテムも入手完了。これでギーザを殺した時に出る毒ガスに対抗する薬を作れます。今回は使わないですが。ここから下水道に向かうのですが、実はエンジンコイルのある部屋の施錠を、全パターン順番に試す力技突破の方が早い説があります。下水道は入ってすぐにリバークラストがいるので、パイプの上に移動します。パイプの隙間からボルトを使って、リバークラストを排除します。後に引きいるので、同様にボルトで排除します。ここは覗き込みながら、少しずつ右にずれると殻が開きます。あそこに誰かいますね。でもこちらに気がついていないので無視します。魔女が2人いるので、最強技の時止め麻酔ボルトで排除します。あとは水門のバルブの回収です。下の階にありますが、ここからプルで取れます。下の階はウィーパーが複数いるので、降りるよりも安全です。次は歯車に絡みついている植物をボルトで破壊します。これも下に降りずに対処可能です。歯車は2箇所あるので両方同じように対処。これで依頼は達成したので、ギーザの元へ戻りましょう。この階の扉の鍵は持ってないので、上の階のテラスレブリンクで移動。相手にしてくれない。悲しい。
だが部下との再会はないだろう。ギーザが取引は取引だと言ってる。番号は387。番号も教えてくれたので、エンジンコイル回収して、リジーの元へ戻りましょう。のための苦労、これでデリラの喉元に近づけるのが構わない。食いもんかタバコを持ってないか。電弧塔はまだ敵対判定なので、ベンドタイムで時間を止めて走り抜けましょう。果たしていつまで続くか。かかってこいよ。ママにダメって言われたのか。奴らとやり合ってないと妙な気分。ウィーパーって正気を保本業の時間が増えたじゃないか。また品物をさばかないと。エンジンコイルを入れると魔女が出現するので、ベンドタイムで時を止めてから、設置しましょう。設置したら操舵室に上がって、魔女とのバトルの見学に入ります。乗り込ませるな。この戦いもどちらが勝つかは、運次第ですが、リジーが死んでも問題ないです。もしも死んでほしくないときは、手助けしてあげましょう。ちゃんと倒せたみたいだね。リジーお疲れ様。ぜひあんたにお願いするわ、ダウガ。ブリッジでエンジンを始動して出港よ。それじゃあ出港して、デリラの本丸に乗り込みましょう。これでの起きるのアラート達成です。お疲れ様。次回のディスオナードは、ついにたどり着いたデリラの本拠地。怪しげな屋敷には大量の魔女と、不死の犬が割烹をしていたのであった。デリラの目的とは、なぜエミリーに執着するのか。そのすべての真相が明らかとなる。ここまで見てくれてありがとうございます。次回もよろしければ見てくださいね。